この男性社会で孤立感を感じてるんじゃないかな。とかくトラブルに見舞われる、人と衝突する。母親のカルマの毒が母親の代で解消できぬままにあなたの代にドリップしてきてる。それであなたの現世の世界で現象化してきてるんだよってメッセージが来るね。お母さんが父方の血族の因縁を討伐するために、お父さんと一緒になった。お母さんがデストロイヤーで、あなたがクリエイターの役割だったんだけれども、お母さんがお父さんを変えることができなかったんだよって。だからあなたに父親かないし、姑とか、ひょっとすれば非言語的なメッセージかもしれないけれど、自分たちが身を置いている体制、ここで言うと家庭になるけれども、その体制に対して破壊的なメッセージをね、あなたに送っているよ、送り続けたんだよっていうね、メッセージが聞こえる。でそれをね、愛とすり替えてるんだよって。もしくは愛の中に潜ませているカルマの毒となってあなたに流れ込んでるんだよって。でそれであなたが成長してね、肉体的には独立して社会に出てるんだけれども、自分が身を置く社会というその体制の中でどうしてもね、納得がいかないことがあるね。敵対するね、気持ちがなんで自分の中に湧き出てくんだろうって。でそれで孤立感を感じているよっていうね、メッセージが来るね。だから分かりやすい毒親だったらよくはないよ、よくはないけど、ただ取り留めがある。毒親なんだって分かるから。だけどね、あなたのね親はね、優しい毒親なのよ。だからね、分かんないの。実際にあなたのことを愛してるんだよ。愛してるんだけど、間違ったメッセージをね、カルマの毒をね潜ましてね、あなたにね流し込み続けてるっていうのが見える。この社会でのね、努力が報われないって嘆いてるのは、実はあなたではなくてね、あなたのお母さん。であなたの幸せから益を吸い取ってるよって。優しいエネルギーヴァンパイア。お母さん自身がさ、父方の血族の討伐のミッションに頓挫したの。そのことをずっと悔やんで生きてるの。だからね、年取れば取るほどね、お父さんの悪口とかね、お父さんの両親の悪口とかがね多くなってく、あからさまになってくっていうのが見えるね。であなたからね、益を吸い取れなくなると、
この優しいヴァンパイアであるお母さんね、優しい毒親のお母さんね、干からびてね、干からびるがままに干からびて、寂しいね、干からびてっちゃうっていうのが見える。 Go to heaven とまで言わないよ、言わないけど、あなたから英気を吸い取れなくなったらもう死んじゃう。言っちゃった。もしね、自分の人生にね、行き詰まりを感じてるなら、この社会で孤立感を感じているならね、本当にこれ自分の問題なのかなっていうことをね、感じてみるといいと思う。どこから流れてきてるカルマなのかな、因縁なのかなっていうのをね、感じてみるとね、紐解けるはずだよ。もうね、あなたはガソリンスタンドでもなければエナジードリンクでもないのね、レッドブルやモンスターじゃないの。だからね、もうこれ以上エナジーを吸わしてはダメ。お母さんのこと優しいと思ってるでしょね、実際優しいよね、いっぱい愛してくれたよね。だけどね、断らなきゃいけないことは断らなきゃいけないの。もう私のエネジーをあなたにあげませんときっぱり断らなきゃダメ。お母さんはデストロイヤーだったけど、あなたはクリエイターなんだから、自分の人生を歩まなきゃダメなの。来たなあ、窓が開いちゃったよ。もうね、本当にね、断らなきゃダメだね。このね、関係は断ち切らなきゃダメでないとね、あなたも吸い込まれちゃう。これはもうね、地獄の入り口だからね。ガキ道でもなければ畜生道でもない、もう地獄直行になっちゃうよ。やっぱり冗談じゃない。やっぱり断らなきゃダメ。これ以上あなたの大切な英気を、不当な形でね、取られてはダメ。きっぱり断る。いいですね。優しい毒親のね、お母さんね、年とともにね、あからさまな毒親に変わっていってしまう。その様がとてもとても辛いと思う。だけどね、自分の中に厳しい気持ち持つべきところはしっかり厳しい気持ちを持ってくださいね。でないとあなたも吸い込まれちゃうからね。2代渡って吸い込まれるようなことは防がなきゃダメ。同じ鉄は踏まない。いいね。嫉妬されちゃうのかな。羨ましがられちゃうんだよね。この社会での活動の中でね、いつも割に合わない役回り気づけば、自分だけが悪いわけじゃないのに、
ともすればね、自分は全く悪くないのにあなたのせいにされちゃう。この競争社会で大人の仮面をかぶって大人のルールの隠れ蓑の中でそういう力が働いてる。あなたの英気、霊力を奪うステルス型のエネジーヴァンパイアがあなたの周りにいっぱいいるよっていうのが見える。あなたも相当悩んだね。自分の心が曲がりそうになったこともあるんじゃない？もうひん曲がってしまいそうに。私もこの人たちの仲間に入ればいいのかしらとね、入れば楽になるのかしらってね。あなたのね、共感性の高さをね、見抜いてんだよね。あなたのエンパス気質を。だけどいい人ばっかりじゃないのよ。悪い人だっているから。ずるい人がいるの。ハイエナみたいに集まってくんの。あなたの気質を見抜いてね。あなた分かってるでしょ。あなた感じてるんでしょ。このままでいいの。あなたやりなさいよ。だってあなたのせいでしょ。逃がさないわよと。であなたは追い詰められていくんでしょ。時にね、恩着せがましい母親のような姿をしてあなたのそばにねすり寄ってくるんじゃない？何言ってんの？私あなたのためにやってあげてんのよって。恩着せがましいね。だけどちゃんと周り見ないとね、見抜かないとねえ、どんどんあなたの英気霊力は吸血コウモリたちに吸い取られていってしまう。それが見える。ただ幸いなのはこの一番大きなねトライアングル、起死回生、あなたがね形勢を逆転する可能性が十分あるよっていうのをね示してるよ。あなたは本質的にはね基地に富んだ愛のある人なんだから、センスをねもっと解放すればね、この社会を素敵に生きるだけのねポテンシャル持ってるの。それがもう今全部ね押し込められちゃってる、ずるい人たちに。ただそれを見抜けないあなたもいるんだからね。あなたが何を言ってもあなたの周りにたかっているずるい人たちは耳を貸さない。うまく成功法のね、あたかも成功法の理論ずくめでかわしちゃう。この競争社会の大人のルールの隠れ蓑の中であなたの本当の声っていうのを、それは間違ってるんだよとね、あなたが間違ってるのとね、真理をねすり替えてしまうんだよ。あたかもねあなたがこう悪のように善を悪とねすり替えてしまうっていうのが見える。だからね、やっぱりこの人たちにまともに話してたらダメ、話す必要ないね、この人たちの話を真に受ける必要ないよっていうのが出てる。で勇気を持てばやっぱりね、あなたが本来持ってる
素晴らしい愛の気質、センスが開花するよっていうのが出てるから、もうあなたの周りにね飛び交ってるね、これもやっぱり、ステルス型なんだよね。はっきりとその毒を持った人って見えないから、あたかも成功法で正しい人のようにも見えるから厄介なんだけど、もう吸血鬼は吸血鬼なのね。吸血コウモリパタ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 も集まってて、もう追っ払わなきゃダメね。そうすればね、あなたの持ってる幸せのポテンシャルっていうのが一気に花開くよっていうのが出てる。その時があなたをね搾取した人たちがガキ道に落ちてく時じゃないかな。欲深くてね、嫉妬深くてね、本質的には自分に自信がないから、結局自分より優れてる人の足を引っ張ることでしか自分の価値をね正当化することができないから、もう妬みそねみ嫉妬ね、若くて精力的で競争社会で競り合えてるうちは、一つの美徳の隠れ蓑の中にいられるけど、もうねあなたが輝く時ね、もうねその化けの皮が剥がれる。もう年とともにねどんどん悪くなっていくっていうの見えるよ。人相がねもう、どんどんねその悪くなっていくって。だから周りから人が消えちゃうんだよね。この吸血コウモリたち、ヴァンパイアたち、周りから人いなくなって孤独になっちゃう。自分の親族もいなくなるっていうの見えるね。手塩にかけて育てた子供たちも葬式にも来てくれないってね。生きながらにしてねガキとまっしぐらになっちゃう。どっかに助けてあげたいって気持ちがあるでしょ。だけどこの人たちに言ってもね耳貸さないよ。この競争社会の掟だけを盲信してるから。競争社会頭ごなしに否定してるわけじゃないからね。競り合うことでね社会発展していくっていうのは分かるけど、ただ決して全てじゃないからね。足神さん出てきた。だからそんなやつらの足の裏見てやりなってことね。成功法で耳傾けてたってね、のらりくらりとかわしてね、自分たちのルールでいいようにのらりくらりとかわして、自分たちのいいようにしてね、あなたをね本当善を悪に、あなたの善行を悪行とすり替えてしまうから、もうねまともに取り合っちゃダメ。こいつらの足の裏見てやりなって言ってる。そしたらね天から天罰、天のフットスタンプが降りてくるよ。ボーンとね。あなたの機運をねセルフメイキングできる可能性があると出てるから。あなたをね貶めて搾取した毒を盛る人たち、エネジーヴァンパイアがね落ちてく影ね、パタ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 と落ちてく影にもう気にかけないことね。かわいそうなんて思っちゃダメよ。もうそれは十分思ったはずなんだからね。十分哀れんだはずなんだから、今は強く、ね、気持ちを持って自分の素質を解放すること、開花させることに注力してくださいね。
霊力もね、へそ下三寸丹田から自家発電で湧き出てきている。英気も十分に養えてるっていうの見えるよ。嫉妬というよりも不安なんだろうね。久しくあなたがいた領域、あなたが滞在したレベルの世界の仲間たちが、あなたが次の次元に昇華していくことを不安に思っているよっていうのが見えるね。複雑な心境になるね。自分のこと冷たい人間じゃないかなんてね、責めちゃうんじゃない。なんでそう思わせると思う？あなた長年ね、いろいろくっつけてるのよ、重たいもの。生き量が多いけどね、もうほとんど有限界から飛んできてるような、なんていうかな、こう飲んだくれの天使たちみたいに見える。堕天使、天使じゃないからね、堕天使。もう飲んだくれ、酒飲んでて、もう天界に戻らなくていいやって、この有限界あたりでもう飲んだくれてる方が楽しいやっていうような、そういうね念がね、有限界から飛んできてて、あなたにもうずっとくっついてるって。それらがあなたのね、良心を責めてね、なんか自分が旅立つことが冷たい人間なんじゃないかと思わせるっていうのが見える。長らくの間ね、あなたが滞在したこの界隈の人たちはあなたにとてもよくしてくれたと思うよ。親のようにね、加護してくれたり、兄弟のように親身になってね、悩み事聞いてくれたりとかさ、心配してくれたりとかさ、助けてくれたりとかしてくれたと思うよ。だけどね、そのね愛がね、後手に回ろうとしてるの今。その愛が毒気を帯びようとしてる時なの。もうそれを認めなきゃいけない。かつての仲間たちは今は子離れできない親のようになってる。つまり毒親のようになってるの。あなたにとってこの人たちがステルスに見えてるんだったら、それはあなたの落ち度かもしれないな。もう十分準備できてるよ。幸せになる資格をあなたは持ってるんだよ。だけどね、周りの仲間たちがね、あなたに行かれちゃうと不安なの。講義の意味では嫉妬って言っていいと思うよね。ちょっと難しい形の嫉妬かな。冷たいことだって感じちゃうのかもしれないね。私冷たい人なんじゃないかしらって、冷たい人間なんじゃないかしらって感じちゃうかもしれないけど、そうじゃないって言ってるから、もうやっぱり幸せになりなさいと。あなたが長年くっつけてきた生き年生き量全部燃やしなさいって、カルマ燃焼しなさいって。断捨離断捨離大断捨離、その時だって幸せになれるの。幸せのね切符をあなたは持ってるの。出発の時なんだよね。
昔の仲間たちはね、本音の本音の本音ではあなたのことを応援してる。その本音の本音の本音と交信することだよね。表層的な感情の動きにとらわれて悲しみにのぼせてはいけない。熱くなる時だよね。これは掴み取らなきゃいけないよ。このチャンスを逃しちゃいけないんだよ。久しくいた場所にあなたはもういられないの。次の次元に上昇する時なの。残された人たちどうなっちゃうのって。安心しな。安心していいのかなこれ。だけど安心していいと思う。あなたがね、長年くっつけてきたね、生き年生き量カルマね、飲んだくれジャーニーたち、堕天使たちが残された仲間にくっつく。そんなのひどいじゃないって思うかもしれないけどね、その仲間たちからしたらウェルカムだよ。そこにあなたの残りがある。あなたと過ごした一季節の真実がある。その真実は世知辛いもんだろうね。真実だけにね。ほら来たじゃない、太陽神。はい、太陽神様も次の次元と交信してらっしゃいますよ。あなたのテレポーテーションね、助けてくださいます。生きなさいと言ってますね。光の導き。結構ね、180度世界観が変わるぐらいの大きな次元上昇だって、伝えてきてる。だけど怖がらなくていいよって。あなたにはもうその準備ができてるって。だから助けてあげるんだって。太陽神様。我はもう当然のことをやるだけだよって。あなたを導くだけだって言って。どうする？堕天使たちと今のままバスへのバーあたりで飲んだくれてる？それとも世界が180度変わるような次元上昇に挑戦する？もう答えは決まってるよね。